皆さん、こんにちは。日々ジャパニーズポッドキャストへようこそ。今回も一緒に日本語でお話ししましょう。さて、今回のテーマはスクリーンタイム、つまりスマホとの付き合い方についてです。日本語ではスマートフォンのことを短くスマホと呼ぶのが一般的です。スマートフォンは少し長いので、日常会話ではほとんどの人がスマホと言います。このポッドキャストでもこれからはスマホという言い方を使いますね。皆さんは一日にどのくらいスマホを見ていますか？朝起きて目が覚めた瞬間にまずスマホをチェックしますか？それとも少し時間が経ってから見ますか？夜はどうでしょうか？暗い部屋の中で寝る直前までソーシャルメディアを見ていませんか？今このポッドキャストもスマホで聞いている人が多いかもしれませんね。スマホは今や私たちの体の一部のような存在になっています。どこへ行くときも一緒ですし、バッグの中に入っていないと落ち着かないという人もいるでしょう。スマホが見つからないと少し不安になることもありますよね。でも便利だからこそ私たちは気づかないうちにスマホに時間を使いすぎてしまうことがあります。今日はスマホとのちょうどいい距離について考えてみたいと思います。スマホやソーシャルメディアは本当に便利な道具ですよね。まずは良いところについて考えてみましょう。スマホがあれば世界中のどこにいても家族や友達と顔を見ながら話すことができます。昔は遠い国にいる人と話すのは大変でしたが、今は数秒でつながります。わからない言葉やニュースがあればすぐに調べることもできます。そしてこのポッドキャストのように自分の好きな場所で好きな時間に日本語を勉強することができます。これは私たちの生活を豊かにしてくれるとても大きな進歩です。スマホのおかげで私たちはたくさんのチャンスを手に入れました。でも便利なものには気をつけなければならない面もあります。皆さんもこんな経験はありませんか？ちょっとだけ誰かの写真を見ようと思ってソーシャルメディアを開いたのに気づいたら30分、1時間が過ぎていた。特に見たいものがあったわけではないのに指が自然に画面を動かしている。次から次へと動画や写真が出てきて、止めるタイミングがわからなくなる。勉強しようと思って机に向かったのに、スマホの通知が気になって集中できないということもあるでしょう。最近では世界中で多くの人がこのスマホとの付き合い方に悩んでいます。便利すぎるために自分でもコントロールするのが難しくなってしまうのです。これはあなたが弱いからではありません。スマホやソーシャルメディアは私たちがつい見てしまうようによく考えて作られています。だからこそスマホに使われる
のではなく、スマホを道具として使うという意識がとても大切なのです。ここで私の友人の話をしましょう。まずは鈴木さんのケースです。鈴木さんはとても真面目な会社員で、毎日一生懸命働いています。でも最近、いつも体がだるい、疲れがなかなか取れないと悩んでいました。病院へ行って検査をしても、特に悪いところは見つかりませんでした。医者からも大きな問題はありませんと言われました。それでも本人は毎日辛いと感じていました。その原因は夜のスマホの使い方にあったのです。鈴木さんは仕事が終わって家に帰ると、一人で静かにリラックスする時間をとても大切にしています。その時間にソファーに座りながらソーシャルメディアを見るのが習慣になっていました。最初は今日のニュースを少しだけ見ようと思うのですが、画面をスクロールすると次から次へと新しい動画や写真が出てきます。一つ見終わるとまた別の面白そうな動画。それを見終わるとさらに新しい情報が表示されます。鈴木さんはこう言っていました。本当はやめたいと思っているのになぜか指が止まらない。自分でコントロールできない感じがする。気づいた時には夜中の2時や3時を過ぎていることも少なくありませんでした。ここには大きな問題があります。スマホの画面から出る強い光は私たちの脳を刺激します。特に夜遅くまでその光を見ていると、脳はまだ昼間だと勘違いしてしまいます。本当は体を休ませる時間なのに、脳はまだ活動する時間だと思ってしまうのです。その結果、布団に入ってもなかなか眠れません。眠れても眠りが浅くなってしまい、深い睡眠をとることが難しくなります。次の日の朝、鈴木さんはいつも頭がぼんやりしていました。体も重く元気が出ません。仕事中も普段なら絶対にしないような簡単なミスをしたり、大事な話を聞き逃したりすることが増えていきました。スマホでリラックスしていたはずなのに、実際には体がどんどん疲れていってしまったのです。これは私たちの健康にとってとても大きな問題だと言えるでしょう。次にもう一人の友人、加藤さんの話をします。加藤さんの悩みは鈴木さんのような体の疲れではなく心の疲れでした。加藤さんはソーシャルメディアでいろいろな人の投稿を見るのが好きでした。世界中の人の生活を覗いているようで、とても面白いと感じていたのです。でも、ある時からソーシャルメディアを見終わると、自分の気持ちが暗くなっていることに気づいたそうです。なぜなら、ソーシャルメディアの中には、完璧で幸せそうな世界ばかりが並んでいるように見えたからです。高級なレストランで美味しそうな料理を食べている写真。青い海や美しい景色の前で笑顔で旅行を楽しんでいる友達。仕事で成功して輝いている知り合い。
加藤さんはそれらの投稿を見るたびに、無意識のうちに自分と他の人を比べてしまっていました。どうしてみんなはこんなに楽しそうなんだろう。どうして私は毎日同じことの繰り返しなんだろう。そんな考えが少しずつ心の中に溜まっていきました。本当はソーシャルメディアに見えているのは、その人の人生のほんの一部です。しかも多くの場合は、一番良い瞬間だけが投稿されています。でも加藤さんは、それがその人の人生のすべてだと思い込んでしまいました。スマホを開くたびに、自分はダメな人間なんじゃないかという気持ちが強くなっていきました。誰かの幸せを素直に喜ぶことも難しくなり、自分への自信も少しずつなくなっていったのです。スマホは世界中の人とつながることができる素晴らしい道具です。でも、使い方を間違えると心を疲れさせてしまうこともあります。世界中とつながっているはずなのに、自分だけが一りぼっちのように感じてしまうこともあるのです。では、私たちはどうすればいいのでしょうか。スマホをゴミ箱に捨てることはできませんし、現実的でもありません。でも、スマホとの付き合い方を変えることはできます。ここからは、鈴木さんや加藤さんも実際に試して効果があった具体的なヒントをいくつか紹介します。まず一つ目は、物理的な距離を置くことです。皆さんは勉強や仕事をするとき、スマホをどこに置いていますか？机の上に置いたままにしていませんか？もしスマホが目に入る場所にあると、それだけで脳は少しずつ注意を向けてしまいます。見ないようにしようと強く決めるのはとてもエネルギーを使います。でも、スマホを最初から別の部屋に置いてしまえば、視界に入らないので自然と諦めがつきます。すると、目の前のことに集中しやすくなります。二つ目は、夜のルールを作ることです。鈴木さんは今、寝る1時間前にはスマホを見ないと決めています。スマホの電源を切るか、リビングに置いたまま寝室に行くようにしています。最初は少し落ち着かない気持ちになったそうですが、その代わりに温かいお茶を飲んだり、軽いストレッチをしたり、紙の本を読んだりする時間を作りました。この習慣を続けてから、鈴木さんは朝起きた時の気分が全く違うと話しています。頭がすっきりしていて、体も前より軽く感じるそうです。三つ目は、あえてスマホを持たずに外に出ることです。例えば、コンビニへ行くときや15分くらいの短い散歩をするとき、スマホを家に置いていくのです。私たちはたった数分の待ち時間でもすぐにスマホを取り出してしまいます。でも、スマホを持たずに歩いてみると、普段は気づかないことに気づきます。隣の家の庭に咲いている花の色、遠くから聞こえてくる鳥の声、空の色や風の強さ、そして自分の今の気持ち。スマホを閉じて目の前の世界を見る時間は、心を少し休ませてくれます。四つ目は、アプリの整理です。加藤さんは見るたびに
心が苦しくなるアプリを一度削除しました。最初は情報を見逃してしまうのではないかと不安になったそうです。でも数日経つと他の人の人生をいつも見なくてもいいんだと感じるようになりました。気持ちがとても軽くなったと言います。もし本当に必要になったらまたダウンロードすればいいのです。一度距離を置いてみることは思っている以上に効果があります。そして最後に一番大切なことをお伝えします。それは受け身にならず自分で選ぶということです。例えばソーシャルメディアから流れてくる情報をなんとなく見続けるのではなく、今は日本語を上達させたいからこのポッドキャストを聞こうと自分で決める。スマホを無意識に使うのではなく、自分の目的のために使うと意識する。スマホという便利な道具をあなたの時間を奪うためではなく、あなたの目標を助けるために使う。その意識を持つだけで、スマホとの関係は少しずつ変わっていきます。皆さん、いかがでしたか？スマホやソーシャルメディアは私たちの生活をとても便利にしてくれる現代の大切な道具です。でも、どんなに便利なものでも使いすぎて体や心を疲れさせてしまっては本来の良さを失ってしまいます。今日お話ししたヒントの中で、これならちょっとやってみようかなと思うものはありましたか？一度に全部を変える必要はありません。まずは一つ小さなことから始めてみてください。スマホをコントロールすることで、あなたの自由な時間と心の余裕を少しずつ取り戻すことができます。皆さんはスマホの使いすぎで困った経験はありますか？あるいは、私はこうやってスマホと付き合っていますという自分なりのルールがありますか？もしよければコメント欄で教えてください。皆さんの経験をシェアすることで他の人も自分だけじゃないんだと感じられるかもしれません。それでは今回のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。